ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、Kiss-My-Foot2 ハーフベイクドミュージックビデオ、こちらを見て歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのボーカルルーム。さあ先日 Kiss-My-Foot2 の公式 YouTube チャンネルより公開されたハーフベイクドということでね、今回はそちらの歌声分析動画なわけですけれども、ここ1ヶ月ぐらいで3本ぐらいミュージックビデオを公開してくれてますよね。ものすごくね、これは嬉しくて、短期間でね、こんなにたくさん Kiss-My-Foot2 の魅力を知ることができるっていうのは本当に嬉しいし、他のねグループではここまでのスピード感でミュージックビデオを公開してるグループっていないと思うんですよね。さすが Kiss-My-Foot2 だなっていうふうに思いました。そして今回のハーフベイクド歌声分析をしたわけですけれども、いや魅力たっぷりですね。一人一人の魅力にフォーカスを向けたようなミュージックビデオだったり楽曲の内容なんですけど、本当にねいろんな部分、そして細かい部分まで歌声の魅力を知ることができましたし、そしてねまたね短期間でものすごいね歌のレベルがパワーアップしてるんですよね。そういった部分をどこよりも丁寧に、そして細かくをテーマに歌声分析しておりますので、是非動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。つるさんのボーカルルーム、こちらのチャンネルは私つるさんが現在気になっているアーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声分析動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは早速 Kiss-My-Foot2 ハーフベイクド歌声分析 GO!お、ノリのいい感じ。今回は音楽ジャンルとしてはファンクですかね。こう軽快なねノリの良さが心地いい雰囲気、先が気になりますね。いきますよ。しかも縦型動画っていうのがねいいですよね。たっぷりねイントロの時間をとってどんどんね楽しみな気持ちが膨らんでくる、この時間もたまらないですよね。そろそろ歌うかな。行きましょう。うわいいね。最初は藤ヶ谷さんなんですね。リズムのアクセントの付け方がたまらないですね。こう言葉と言葉の間にですねちっちゃい「つ」を入れてるんですよね。これ音楽用語では休符って言うんですけど、この休符を入れるとですね、その後の音がアクセントって言われる強い音に変化するんですよ。その強い音が生まれることによって出てくる躍動感、めちゃくちゃかっこいいですよね。もう一回聞いてみましょう。かっこいい。どこまで行こう。ここがねめちゃくちゃ僕はかっこいいなっていうふうに思いました。でファンクっていうのは結構こういったノリがめちゃくちゃ大事にされる音楽ジャンルなんですよね。そのノリを出すためには先ほど言った休符の使い方っていうのが非常に重要になってくるんですけど、さすが藤ヶ谷さんですよね。完璧にそこ捉えてますね。で声の出し方なんですけど、今回はですねいつも使っている胸腔共鳴の響きプラス鼻の鼻腔共鳴、この2つを同じぐらいの割合で使ってるかなっていうふうに思います。胸っていうのは声を太くするポイント、今回で言えば男らしい声質成分を出す部分で、鼻がですね色気だったり声の音色ですね。素晴らしい。次いきますよ。ほら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 、今のところとか一つ一つの音をすごく短めに切って歌ってますよね。ここまで連続的に短く切るテクニックはスタッカートっていう風な用語になってくるんですけど、めちゃくちゃかっこいいですね。もう一回聞いてみましょう。あーいいね。
やっぱり藤ヶ谷さんはリズム感が抜群にいいので、こういうジャンルめちゃくちゃ合いますよね。次いきますよ。あ、いいね。最初の裏声めちゃくちゃ綺麗じゃなかったですか？裏声の部分はですね、鼻の鼻腔共鳴と、あと頭を響かせる声っていうのもあります。ヘッドボイスって言うんですけど、この頭を響かせるヘッドボイスの成分が声に入ってくると、声質がめちゃくちゃ綺麗になるんですよね。もう一回聞いてみましょう。最高ですね。もういろんな表現を声から感じて、もうね、ニヤニヤしちゃいますね。次いきますよ。でね、この映像がね、すごく日常感があって、ほっこりしますね。こういった日常感が溢れるミュージックビデオは僕は初めてかな、見るの。他にもあったりしますか？ぜひあったらね、コメントで教えてくださいね、キスタンの皆さん。もう一回言ってみましょう。ほら、ピースだって藤ヶ谷さんが。イケメンがピース。さらにかっこいいですね。こんなピースしただけでね、かっこいいなんて言われてみたいもんですけれども。次いきますよ。うわ、かっこいい。おいおいおい、ちょっと待ってくれよ。グラさんがめちゃくちゃかっこいいですね。っていうか今回、一パートめちゃくちゃ長くないですか？こういう感じなのかな？一人ずつたっぷりと時間を取っていくような楽曲ってこと？グラサンポイントもう一回見たいのでね、行ってみましょう。ほら。あれかな？キスタンの皆さんとこうデートをしているような、デートっていう表現は古いですか？まあいいや、デートをしているような感じなのかな？キスタンの皆さんもキュンキュンしてしょうがないんじゃないですかこれ。いや、こういったミュージックビデオもいいですね。次いきますよ。いいね。若干あれですよね。リズムの付け方がラップに近いようなニュアンスが出てますよね。そういったイメージで歌ってるのかもしれないですね。もしかすると。すごくね、こう歌のノリがたまらなくかっこいいんですよね。で、そのかっこいいノリが出ているのに曲調は爽やかで明るい感じじゃないですか。このね、組み合わせたまらないですね。次いきますよ。いいね。この語尾の「なー」この裏声にこうスッとね切り替えるところがセクシーですよね。今ね解説したのはこの部分だったんですけど、全体的にこのテクニック使ってるかな今回藤ヶ谷さんは。かっこいいビート感プラス色気みたいなね、そういった感じの歌い方かと思います。次いきますよ。あ、なるほどね。切り替わってくんだ、こういう感じで。いや、メンバー一人一人の歌声をたっぷりと聴けるっていうのもいいですね。さあ、じゃあ次、宮田くん行ってみましょうかね。いきますよ。いいね。宮田くんは今回自分の持ち味をしっかりと出した鼻の響き、鼻腔共鳴、こちらをメインで使っています。で、全体的にですね、息のこの音が混ざっているウィスパーボイスっていう声を使ってます。で、ここのポイントなんですけど、音域かなり高いんですよね。高い声でウィスパーボイスを使うって難易度がめちゃくちゃ跳ね上がるんですけど、それをね、さらっと歌ってる宮田くんの歌の実力、さすがですね。もう一回聞いてみましょう。心地いいですよね。このふわっとした感じがね。次いきますよ。
今フレーズの後半の方で子音を強く出してアクセントを作ったポイントがあったんですけど、そこがねこうガツっていう風に引っかかった感じがしてめちゃくちゃかっこいい。もう一回聞いてみましょう。ほら、これ以上のとこですね。ここがねめちゃくちゃかっこいいですね。そして手を振ってる宮田くんめっちゃ可愛いですね。一人一人のね魅力が大爆発なミュージックビデオ、それがハーフベイクドなのではないでしょうか。次いきますよ。うわ聞きましたか皆さん。今の裏声めちゃくちゃ綺麗ですよね。これはですね、裏声ってさっき言ったんですけど、正確にはミックスボイスに該当すると思います。ミックスボイスっていうのは地声と裏声を混ぜたような声だったり、地声と裏声の中間の声って言われてるんですけど、今のところはですね、裏声にちょっとだけ地声の成分を混ぜているんですよね。なので張りのある裏声っていう声が出ています。そこにですね、先ほど藤ヶ谷さんの時にも言った頭を響かせる声、ヘッドボイスの成分も含まれているので、ものすごく美しい裏声になってます。もう一回聞いてみましょう。いいですね。すごく透き通るような声質がまたね、たまらないですよね。次いきますよ。今のねワンフレーズだけでしたけど、さらに音域が上がりましたね。素晴らしいです。次いきますよ。英語の R の発音もねものすごく綺麗だしね、こうさらっとね難しいことを表現する宮田くんの歌、最高ですね。もう一回聞いてみましょう。でここでちょっと声の出し方のイメージが変化したかなっていうふうに思います。先ほどまでは声の雰囲気をふわっとした感じにさせるために後ろに引いたようなイメージで歌っていたと思います。声って出す方向をですね変えるとかなり声の雰囲気変わってくるんです。後ろだと柔らかい声になりますし、前だと強い声になるんですけど、でこの方向っていうのを僕は分度器として捉えていて、0度方向が一番強い声、そして180度に向かっていくにつれて柔らかい声に変化していく、こういうイメージを持って歌っていたり指導していたりするんですけど、で宮田くん前半はですね後ろ方向で、今のところはちょっとだけ前方向になってるんですよね。45度ぐらいのイメージです、僕の中では。そうすることによって声の張り感も増えるし、盛り上がった雰囲気も出るので、そういった表現をここではしてんじゃないかなっていうふうに思います。次いきますよ。今のところの声もさっき言った声の方向ですね、前方向に向けたような感じの声質だから、すごくこう張りがありますよね。もう一回聞いてみましょう。Hello、 ここでまた後ろにしてるんですよね。すごいですね。こんな短時間で声を出す方向をクイックイみたいな感じで切り替えるってすごく難しいと思うんですけど、さらっとね表現してますよね。素晴らしい。次いきますよ。今回の宮田くんの歌い方は生から動、ここの振り幅がめちゃくちゃ広いなっていうふうに思います。柔らかいところは徹底的に柔らかく、で強いところは徹底的に強くみたいなね、こういった音量での表現をダイナミクスって言うんですけど、このダイナミクスの付け方がですね素晴らしいですね。次いきますよ。いいねいいね。こうシュッとねこうね徐々にフェードアウトしていくような雰囲気がたまらないなっていうふうに思います。でここでメンバーがまた変わるのかな。次は誰が来るのかっていう楽しみもありますね。いきますよ。
いいとこで止めたような気がします。まあね、遠くて誰だかわかんないですからね。さあ、誰が来るのか、いきますよ。お、二階堂くんでしたね。なんか声変わりましたか？発声方法が僕が知っている二階堂くんの声とですね、ちょっと違うなと思って、いつもだったら口の中の口腔共鳴、こちらを中心に歌声作りをしていたと思うんですよね。こちらを中心にですね、声を作ると日常的に会話で使っているような声の成分が前面に出るっていう感じなんですけど、今回はですね、鼻の鼻腔共鳴、こちらを中心に歌声作りをしてます。ものすごく色気がある歌声。もう一回聞いてみましょう。すごくいいですね。でももともとこういう声も使っていたのかな、二階堂くん。僕がたまたまこの声にまだ出会っていなかっただけで、どうなんだろう。ぜひキスタンの皆様、こちらもね、コメントで教えていただけたらなというふうに思います。で、この歌ってるフレーズの作り方がですね、めちゃくちゃ色気がありますよね。声質での色気と歌い方での色気、ダブルで色気が出てると思います。で、ここで使ってるテクニックは何かっていうと、レガートって言われる音から音のつなぎ目をですね、滑らかに、みたいな感じで移動することをレガートって言うんですけど、これがですね、めちゃくちゃセクシーですね。次いきますよ。わ、なるほどね。前半のフレーズはレガートでたっぷり色気を出して、ここでは一つ一つの音をですね、スタッカートを使って音を切ることによって歯切れの良さを表現してます。やばいね。もう一回聞いてみましょう。あ、なるほどね。ドラムのリズムが入ってきたから、そこに合わせた歯切れの良さを表現しているのかもしれないですね。すごいですね。細かいところまで考えて歌声作りだったりフレーズ作りをしてるんですね、二階堂くん。素晴らしい。次いきますよ。いいね。わ、また表現を変えてきましたよ。このポイントはですね、先ほどの歯切れの良さプラス子音を強く出すことによって今度言葉のアタック感もですね、表現してかっこよさを前面に出してる歌い方。もう一回聞いてみましょう。ほら。やっとはとかね、すごく強い子音を表現しています。めっちゃかっこいいですね。次いきますよ。いいね。で、ここのポイントは、あえて言葉をはっきりと発音させないような感じで歌ってますよね。もうフレーズフレーズによっていろんな表現を込めて歌ってます。もう一回聞いてみましょう。いいね。こう言葉をあまりはっきりと発音しないことによって、こうなんかクールな感じのかっこよさも出てますよね。素晴らしい。次いきますよ。もうここまでいろんな表現をしてくれると、次はどんな感じの雰囲気が待ってるんだろうっていう、そういうワクワクもありますよね。次いきますよ。で徐々にね、また歯切れの良さがこう増していって、ノリが前面に出てくるっていう感じですよね。いやー、楽しくなってきますね。次いきますよ。あ、曲の雰囲気が軽快で明るい感じだから鼻の響きを使って声質をまろやかに明るくしたってことかな。僕はね、そういう風に推測したんですけど、もしそうだったらね、僕の中ではね、大正解なんじゃないかなっていう風に思います。すごく曲と声がマッチしててかっ
こいいですよね。次いきますよ。で、今のポイントはですね、先ほどまで使っていた鼻の響きを少し落としてるんですよね。口の中の響きを中心にして歌うことによって、ちょっとね、寂しいような感じの声質に変化したと思います。もう一回聞いてみましょう。ほら、いいんだろうみたいな。鼻に入れると、いいんだろうこういう感じになるんです。でも口だと、いいんだろうちょっと物悲しいような感じの雰囲気が出てます。二階堂くんのパートはここで終わりみたいな感じかな。で、メンバーがこう切り替わるタイミングで、曲の方もリズムが消えて寂しいような雰囲気になってますよね。そこに二階堂くんは声を合わせたっていう感じなのかな。じゃあ次、誰が来るんでしょう。いきますよ。わあ、千賀くん。いいね。やっぱりね、安定感ありますよね。で、音域が高いのにね、やっぱりこの張りのある感じと、落ち着いて聴ける声の雰囲気、たまらないですね。で、千賀くんはですね、胸の響き、胸腔共鳴と鼻の響き、鼻腔共鳴、こちらを中心で歌ってますね。もう一回聴いてみましょう。いいね。で、いつもよりも少し鼻の響きの成分は少ないかな。多分このね、爽やかな感じの曲調に合わせるために鼻の成分を少し少なくしたんじゃないかなっていうふうに僕は思います。次いきますよ。すごく爽やかな声質ですよね。鼻の響きを少し抑えて、多分なんですけど、ちょっとね、こう、にってこう、口角を上げて歌ってるんじゃないかなっていうふうに僕は推測します。なんかそういった声の明るさを感じました。もう一回聞いてみましょう。いい声ですね。めちゃくちゃ爽やか。次いきますよ。綺麗な声ですよね。千賀くんもここのポイントはですね、ミックスボイスですね。裏声成分の方が多いミックスボイスで、宮田くんよりもやや地声の成分が多い声をチョイスして歌ってると思います。だからすごいね、声の張りがある裏声なんですよ。もう一回聞いてみましょう。で、ここは鼻の響きを結構強めに使ってるかな。おそらく地声成分を多めに使ってる裏声なので、張りが出すぎてしまう。だからその張り感を抑えるために鼻に声を入れて、優しい雰囲気に声を作り上げてるって感じですね。素晴らしい。次いきますよ。いいね。そう、あの高い裏声からね、さらにまたね、上がるっていうのがすごいですよね。次いきますよ。そういえば前にコメントで、千賀くんはいろんな声を持っていますよっていう風に教えてもらったんですけど、本当にその通りですよね。いつもはね、こうセクシーな感じの歌声がメインかなっていう風に思うんですけど、今回はね、めちゃくちゃ爽やか。歌声の表現のね、底が知れないですよね。素晴らしすぎます。次いきますよ。こうね、余裕感を感じれる歌ってやっぱりね、かっこいいですよね。で、声の安定感っていうのももちろんあるんですけど、リズムの取り方っていうのも理由の一つだったりするんですよね。で、千賀くんはどういう風にリズムを取ってるかっていうと、僕の想像なんですけど、この曲ってタン、タン、タン、こういう感じのテンポなんですよね。で、この今タンって言ったところって表のリズムって言われるリズムで、このテンポ感に対してんた、んた、んたって言われる音は鳴ってないんですけど、裏のリズムっていうところが存在します。で、この裏のリズムを
取るっていうのは音楽上ものすごい重要なことで、裏のリズムを取ることによって歌の一つ一つの音符がですね、正しい位置にこうはまっていくんですよね。プラス意識しなくても歌声に躍動感が宿ってくるっていうところにつながってくるんですけど、千賀くんはおそらくこの裏のリズムを取って歌を歌ってるんじゃないかなっていうふうに僕は推測します。なかなかね、歌い手でこの裏のリズムを取って歌うっていうのは難しいテクニックだったりもするんですけど、特に日本人はね、日本人っていうのはさっき言った表のリズム、タンタンタン、ここでリズムを取るんですよ。なので裏でリズムを取るのは不慣れな、お国なんですよね。だからね、相当練習しないとこのリズム感は宿ってこないんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。なのでね、ものすごい練習してると思います。次いきますよ。最後は裏声にしたんですね。あれでも裏声だったかな、なんか優しい地声にも聞こえた。もう一回確認してみましょう。すいません。地声なのか裏声なのかわからないぐらいの声ですね。音域的にはやや高めの音域なので、地声で出すとしたらもうちょっとこう張り感が出ててもいいんですよね。ただ裏声として考えるにはちょっと声が太すぎるかなっていうふうに思うんですけど、っていうぐらいね、ものすごい声を使ってます。今のポイントは。次いきますよ。で、こっから横尾くんなんですね。じゃあ横尾くんの歌い出しからいってみましょうかね。いい。やっぱりね、人間味があふれる声ですよね、横尾くん。で、前半は全体的に強めにスタッカートを入れて歯切れの良さを出して、後半はですね、一つ一つの音を大事にたっぷり伸ばした感じの歌い方でこう分けてますよね、前半と後半で。もう一回聞いてみましょう。で、後半たっぷり伸ばしてるって言ったんですけど、言葉の頭にはしっかりと強い子音を持ってきていて、アクセントを作り出して歌ってますね。いや、細かいところまで考えてますよ。次いきますね。いや、本当にラップ張りの子音の強さで歌ってますよね、今回横尾くん。で、声の出し方なんですけど、横尾くんはですね、口の中の口腔共鳴の響きを中心に歌っています。いや、この声の雰囲気ね、最高にかっこいいですよね。もう一回聞いてみましょう。いや、本当にね、声の個性が素晴らしいですよね。もう唯一無二感がね、すごいです。次いきますよ。いや、綺麗な裏声だしね。で、今ね、一瞬だけいい意味で舌足らずな感じな雰囲気がね、出てきたんですよね。言葉の発音的に。そこがね、すごくね、可愛い感じがしてほっこりしました、僕。もう一回聞いてみましょう。いいね。本当にね、ニコニコしちゃいますよね。可愛くて。次いきますよ。で、最後に、わい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 みたいな感じになったじゃないですか。あそこのポイントはですね、ちょっと加工されてますよね。ディストーションって言われる、ラジオボイス的な感じの加工と、あとは、ディレイって言われる、山彦成分をですね、人工的にレコーディング編集上で加工するんですよね。多分その2つが今の歌声にはされてるんじゃないかと思います。もう一回聞いてみましょう。ほら、わーいわーいわーいみたいになってるところ。多分ね、そういった加工がされてるポイントなんじゃないかなと思います。で、今ね、振り返った時にこうニコって笑った横尾くんがですね、めちゃくちゃかっこよかったですね。じゃあ次は玉森くん行ってみましょう。いいね。
すごく今回声の響き成分のバランスが全体的にまんべんなくっていう感じです。胸の胸腔共鳴と口の口腔共鳴、鼻の鼻腔共鳴、それぞれ同じぐらいの割合で使ってる声かなと思います。そして歌声からものすごくパワーを感じますね。これはですね、腹筋と背筋を使ってしっかり声を出している証拠なんですけど、この歌のですね、ベーシックな部分のレベルがまた上がったんじゃないかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。超かっこいいですね、この声。やっぱりね、基礎的な部分のレベルが上がると歌声ってね、一気に変わってくるんですよ。いやー、素晴らしい。次いきますよ。いいね。このね、パワー感があるから、すごく歌声から無邪気な雰囲気が伝わってきますよね。心の底から楽しんでるみたいなね。もう一回聞いてみましょう。いい、すごくいいですね。次いきますよ。いいね。今ね、フレーズの頭にエッジボイスっていう、この音が入ったんですよね。この音が入ることによって、すごくね、こう切ないような雰囲気が出て、素敵なフレーズだったと思います。もう一回聞いてみましょう。いいね。やっぱりフレーズの頭にエッジボイスが入ってくると、一気に雰囲気変わりますよね。素晴らしいです。次いきますよ。そっか。裏声は今のね、上がるところまでがワンフレーズっていうか一括りなんですね。で、ここのポイントでもエッジボイスを入れてから高い裏声につなげているっていう歌い方をしていました。玉森くん結構エッジボイスを入れた歌い方をするんですね。前回のI Miss You の時にもそう思ったんですけど、本来こういうセクシー系の歌い方が得意なのかな、玉森くんは。次いきますよ。ここでまた声変えてますよね。先ほどまであった鼻の響きがすごく少なくなって口中心になってるので、言葉一つ一つがすごくクリアに聞こえてきますし、やっぱりね、人間味がある雰囲気出てますよね。もう一回聞いてみましょう。いいですね。やっぱりね、以前の声と比べると声のパワー感がすごく増幅してるんですよね。これはね、すごい基礎トレやってると思います、玉森くん。主に腹式呼吸っていう呼吸法のトレーニングだったり、声を出す時の体の使い方のトレーニング。多分ね、ここら辺をすごく重点的にやってるんじゃないかなっていうふうに僕は推測します。次いきますよ。スタッカートの入れ方もすごくうまいしね。さすがです。次いきますよ。最高到達点の音のところは裏声でふわっとした表現にしてからまた地声に戻して勢いを出すっていうポイントでしたよね。いや、聞き応えバッチリですね。次いきますよ。ここがかっこよかった。今の最後のね、フレーズの締めのところなんですけど、さらっとね、難しいフレーズを一個ポンって入れてるところがすごくかっこいいですね。次いきますよ。でもこれで終わりなのかな。なんかぽいね。もう歌は出てこないような気がするんですけど、最後までね、見ていきましょうかね。最後にね、一人一人がこう映ってね。すごいね、高層ビルが見えますけど、急にね、景色の話。その前に玉森くん。全員最後揃ったりすんのかな。いきますよ。すいません。全然違った。最後にメンバー全員集まって終わるのかなと思ったら、玉森くんがいなくなって終わっちゃいましたね。なるほどね。いやー、すごくね、爽やかで素敵な曲ですね。以上、
Kiss-My-Fut2 ハーフベイクド歌声分析はここで終了です。さあ、Kiss-My-Fut2 の楽曲っていうと、サビでは全員で歌って素晴らしいパワー感だったりチームワークを表現する、そういった感じの楽曲を僕は今まで聴いてきて、今回もそうなのかなっていうふうに思ったんですけど、メンバー一人一人の魅力をですね、たっぷりと表現するような楽曲とミュージックビデオ、こういった雰囲気もですね、おそらくキスタンの皆さんもすごく嬉しいような内容なんじゃないかなっていうふうに思いますし、まだ Kiss-My-Fut2 の魅力に気づいていない方もこの曲のミュージックビデオをですね見て聴けば一発で Kiss-My-Fut2 のメンバーの魅力を理解できるんじゃないかなっていうふうに思います。そして歌声もですね、前回のお疲れ様ですよりもさらにねパワーアップしてるように感じて、僕はねめちゃくちゃ嬉しくなりましたね。これからも Kiss-My-Fut2 全力で追っていきたいと思います。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではボイストレーナーのつるさんでした。